はい、皆さんおはようございます。いつも視聴いただきありがとうございます。今回はですね、自然農の畝立てについてお話をしていきたいと思います。先日からですね、向こうの田んぼの方を拡張していまして、その土をこっちに運んで畝を立ててきました。今回は、どういった感じでやってきたのかということをちょっとお話ししていきたいと思います。ではよろしくお願いします。まずですね、この土地がどういった土地かというのをちょっとお話ししていきたいと思います。ここはですね、見ていただいてわかるように谷間なんですね。谷間の土地になります。もともとは水田だったところなんですね。4、50年前に耕作放棄されて、私は水田だった時の絵は見たことないんですけども、もともと谷間にあった水田という場所になります。こちらがですね、私の方で戻してきた田んぼになります。試行錯誤に加えて、我流でやってきました。その中でですね、いろいろ学んだこと、気づいたことというのをちょっと共有していければなというふうに考えています。野菜の畝の話をしているのに、ちょっと前置きが長いと思うんですけれども、どういった土地なのか、どういった土質なのかっていうのを考えないと、やはりですね、理解が進まないと思うので、ちょっと前置き長いですけど、お付き合いください。ここはですね、谷間の土地ということで、こういった山が横にありますと。で、この山に、雨が降ったりした水がですね、下に落ちてくるんですね。こうして見ていただくとわかるんですけど、ここはあえて掘って池にしたんですけれども、水はどんどん溜まってくるんですね。特に流れ込む川とかないんですけど、山の水がこうやって溜まっているような感じになります。こちらが池なんですけど、池の周りもですね、かなりぬかってますね。山の水がどんどん流れ込むので、この辺の土っていうのは水気が多くなりますと。ちょっと今踏んでみますけど、こういう感じで踏むとどんどん橋が沈んでいくような感じになります。はい。もちろんですね、こういった池の横では野菜はね、育たないですね。今この枯れてるのはマコモというイネ科の野菜になりまして、このマコモはですね、水が大好きなんで、ここでも育ってるんですけど、通常のいわゆる野菜は乾燥したところを好むので、こういった湿ったところでは育たないですね。なので何がしらかの土壌改良というのをやる必要があります。池からちょっと離れたところに来ましたと。こちらの土の状態なんですけど、ちょっと踏んでみますね。ここもかなり沈む感じですね。はい。最近はそんなに雨が降ってないんで、これでも乾いてる方なんですけど、水気が抜けないという土地になります。こういった場所ではやっぱり野菜は育たないですね。土地がもともとどういうところだったかっていうのは非常に大事でですね、ここは元ね、田んぼになるんですね。田んぼにもいろいろあると思うんですけど、ここは、谷間の田んぼで、湿田、悪い言葉で言うと、ドブタと言われるようなところになります。ドブタっていうのは、こういう感じでですね、水が抜けないんで、すごいこう、はまりやすいんですね。水が動かないんで、あんまりいい匂いもしないということで、ドブタって名前がついてた、そういう場所になります。稲を育てる上では、ドブタで問題ないんですよね。稲は水が大好きなので、水がないと生きていけないので、こういうですね、水が抜けない場所っていうのは、稲を育てる上では、いい場所になります。もともと稲作はこういった湿地帯で行われてきたみたいなんですね。やっぱりこう、水をですね、持ってくるってすごい大事なので、もともと水が入るようなところで作られてきたんだと思います。ただですね、戦後の農地改革とかで、やっぱり機械を入れて大量生産とかいうのが求められたので、こういう湿地帯ではですね、機械が入らないんですね。なので、こういったドブタというのはどんどん改良されて、今は大規模に機械でできる、農場にどんどん変わってます。そういった流れの中で捨てられたというか放置されたのが耕作放棄地なんだと思います。ここもね、そういう流れだったと思うんですね。で、当初私はですね、野菜を作りたくて、よくわからずにこの土地を買ったんですね。で、やり始めてだんだんこう勉強して分かってきたのが、元田んぼの土地は野菜作りには向かないという衝撃的な事実でした。
で、そのことでね、結構ショックを受けたんですけども、いろいろ勉強してですね、どうにかできないかっていうのを、約10年間試行錯誤してきた感じになります。ここがですね、先ほどの池の隣なんですけれども、5番の田んぼになります。ここはね、ちょっと掘り下げてるんですね。で、掘り下げた理由としては、水が溜まるかなって当初考えてたんですけど、掘り下げたことのメリットがありまして、はい、今ちょっと歩いてますけど、そこまで沈まないんですね。土の量が減ったので、こうやって歩きやすくなりました。作業もしやすくなりました。なんかちょっとタヌキの足跡がいっぱい見えてますけども。で、ここを掘り下げると同時にですね、土が余るんですね。この余った土どうしようかなと思って、ここには置いとけないんで、隣のですね、野菜エリアに、畝として使い出したんですね。ここの手前がですね、元田んぼの土を使って盛り土というか、畝を作った場所になります。で、やってみて気づいたのが、非常にですね、野菜の育ちがいいんですね。元田んぼの野菜作りには向かない土地ではあったんですけども、こうやってですね、高い畝を作ることによって、野菜の育ちがいいっていうことに気づいたんですね。野菜作りには水気がない方がいいっていうことをお話したと思うんですけども、こういった高い畝にすることによって、そのね、水はけの問題が改善されるんですよね。その水はけの点で、野菜作りに向かない粘土なんですけれども、メリットもありまして、保水性が高いんですね。保水性というのは、水を維持する能力ですね。なので、日照りになっても、わりかしですね、水を保湿してくれるので、野菜が枯れにくいというメリットがあります。もう一つのメリットがですね、保肥力も高いんですね。保肥力っていうのは、肥料を維持する力ですね。例えば砂場とかであれば、砂っぽい土地であれば、水をかけてもどんどん流れていくと思うんですね。同時にその肥料というのもどんどん雨とかで流れてしまうと。で、逆に粘土の土であれば、水はなかなか、流れていかないですし、肥料も流れていかないということで、結果的にですね、野菜の味が濃いというふうにされてます。野菜の味が濃いっていうのは、味が美味しいと言い換えてもいいと思います。特に自然農でやってますので、肥料とかも足してないですから、やっぱり土によるんですよね、その味っていうのは。元田んぼの土地であっても、こうやってですね、高畝にすることによって、排水性も上がって、粘土の土なので、保水性もあったりとか、肥料も維持したりということで、一転してですね、野菜が美味しい土地になりますということがね、ここまで苦労して、やっと分かってきました。今までお話したようなノウハウをもとに、現在ですね、拡張しているこちらの田んぼの土を使って、畝を拡張してきました。私もね、これやるときに、いろんな本を読みましたし、いろんなホームページとかも見て、調べたり研究したりして、で、試行錯誤をしてきた感じなんですね。で、このやり方で野菜作りは一番うまくいっているので、これからやろうという方がいれば、学べる部分というか、参考にできる部分はあるんじゃないかなというふうに思います。今から3番の畝をちょっとほぐしていきたいと思います。以前はですね、手で少しずつほぐしてたんですけど、相当大変なんですよね。田んぼの土を持ってきて、やっとここまで来ました。十分な量があると思うんで、ちょっとほぐしていきたいと思います。はい、機械はですね、マキタのカルチベーターというものになります。先端にですね、刃がついてて、これがぐるぐる回って、耕していくという感じですね。これを使うか使わないかだともう多分5倍から10倍ぐらいの、作業効率があります。これも例によってバッテリー駆動なので、地球の環境にも優しいというようなものになります。
乾燥した粘土はもうこんなカチカチなんですよね。だからちょっと早めにほぐさないといけない。以前は手でこうやってやってたんですけど、まあ今はこいつがいるんでかなり楽になりました。はい、3番の畝の拡張工事が終わりました。おそらく7回ぐらいですね、土をここに運んで、まあ今日、さっきのカルチベーターでほぐしたんですけど、まあ、結構手間かかりますけど、自然農の畝はまあ一度立ててしまえば、まあ、このままずっと使ってきますんで、十分元は取れるかなと。まあちょっとデコボコ粗い部分もありますけど、時間が経つに従って、まあほぐれていくかなと思います。まあ久々に作った大きな畝なので、まあこの丸太付きなので、新規格の畝になります。はい。まあこれからちょっと何を植えるか考えていきたいと思います。はい。では今から、草マルチをしていきたいと思います。まあ、草マルチをするメリットっていろいろあるんですけど、草マルチをすることで土が乾燥するのを防いだりというメリットがあります。まあ田んぼの土を持ってきてるんで、まあお話したように粘土質なんですね。乾燥するとですね、すごい硬くなってしまうんで、まあ、せっかくほぐした土がまた硬くならないように、今から草マルチをしていきたいと思います。数年経ったらですね、こっちみたいに草が生えてきて、まあ、何もしなくてもだと思うんですけど、まあちょっとまだ時間がかかると思うので、はい、今から、草マルチしていきたいと思います。はい、こんな感じですね。まああんまり神経質にやらなくても、まあ黙ってても草は生えてくるんで。まあ草マルチのメリットちょっと言い忘れたんですけど、まあこうやってですね、土の上に草がいることで、まあ小さい虫とかが、まあ隠れて住んだりとか、まあそういったメリットがあるんですね。自然農の場合は、虫はまあ敵じゃないんですね。まあ虫にもいろいろあって、まあ草食系というか、野菜を食べる虫。まあこれはわりかしね、まあ敵といえば敵なんですけども、まあもう一つ、その虫を食べる虫、肉食系の虫もいるんですね。肉食系の虫、まあ例えばここにいるのはクモとかなんですけど、はもう本当に益虫なので、まあそういった例えばクモが隠れたりとか、まあね、卵を産んだりとか、生息しやすいような環境を作ってあげるのも必要になります。まあそういったバランスで、まあ自然農っていうのはすごい成り立っていて、野菜を食べる、まあ、いわゆる害虫とされる虫ももちろんいるとは思うんですけども、同時に益虫もいることで、そんなにね、ひどいことにはならないというような感じになってます。まあ、それが自然農なんですね。100植えて100収穫しようって思うと、イライラしちゃうと思うんですけども、まあ、100植えて、まあ、いくつかは野菜を食べる虫にあげるとか、ね、全部自分のものにしないっていう考えでやっていけば、まあ、成立するのかなと。100植えて100取りたいですけど、それって多分ね、人間のわがままというか、エゴというか、はい。ここは私、ね、まあ、ほぼ毎日来てますけど、虫さんとかって、ね、ここに住んでるわけなんで、やっぱりね、そういう虫に対する、なんつうのかな、レスペクトっていうのも必要なのかなと、はい。自分が蒔いたから全部自分のだっていうのはちょっとね、まあ人間のエゴというか、わがままというか、はい。
かなと思います。まあ私は農業をやってるわけじゃないんで、まあこういったことは言えるのかもしれないですけど、まあ農業をやってたとしても、やっぱり100作って100ね、収穫して、じゃあ100がね、いい出来で全部売れるかって言ったらそんなこともないと思うんですよね。はい。だから欲張りすぎないっていうのは一つ大事なのかなと思います。自分もですね、まあ始めてすぐの時は、とにかくね、収穫量を増やしたいとか、立派な野菜を作りたい、大きな野菜を作りたいってずっと思ってたんですけど、まあそれだとね、なんかこう虫が出てきたらすごいイライラして、何をやってるんだろうなっていう、はい、気持ちになってたんですけど、続けていくとですね、まあ諦めというか、はい、悟りの境地に達して、取れる分だけね、収穫できればいいかなというふうになりました。せっかく仕事じゃなくて、こういったことに携われる環境があるので、あんまりね、向きにならずにやっていければいいかなと思います。私がまあ心がけているのは、プロではないので、純粋にですね、まあ自然農っていうやり方でやったら、まあどれぐらい収穫できるのかとか、まあどんな感じなのかっていうのをね、皆さんにお伝えしたり共有していければなというふうに考えてます。で、まあ動画見ていただいて、使えるところは使っていただいたりとか、ね、私の失敗は真似しないようにしていただくとか、まあそういった感じでね、見ていただければなと思います。ここがね、2番の畝になりまして、ここも同じように今ちょっと拡張してます。まあ、この番号はですね、初めに立てた畝の名前の順番なんですね。ですから、この1番を初めにまず立てて、2番を2番目に立てたって感じになります。これをね、立てた時は本当に右も左もわからなくて、とりあえずなんか大きいのを作りたいとか、なんかこう、高い畝を作りたいって試行錯誤やってたんですけど、今いろいろノウハウが溜まってきたので、まあもう一回ちょっとね、改良というか拡張工事っていうのをやってます。プロでやるんだったらね、すぐに収穫が欲しいとこだと思うんですけど、まあ、もし自然の興味がある方がいれば、ね、どこか、耕作放棄地とかもしあれば探していただいて、少しずつね、自分で手をかけてやっていくっていうのも、まあなんかこう、生涯付き合える、ね、楽しい趣味になるんじゃないかなと思います。はい。では今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。